模活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー158超 SD 戦国伝武人キラ鋼編のキット天霊ガンダムキラ鋼極彩を作っています。もともとは1996年に発売されたキット塗装パートその3です。キラ鋼形態を製作するフリーハンド筆塗り動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ塗装の下地を作ってあります。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。色分けする箇所にモデルカラーのホワイトグレーを水で溶いて薄く塗っていきました。マットな塗膜を作り、色分け箇所の目印にもなるので、その後の塗装が効率よくなります。ひと手間ですが、この下地塗装は欠かせません。今回使った塗料の他に題材によって使う下地塗料には、同じファレホのゲームカラーデッドホワイト、モデルカラーのライトフレッシュ、パンツァーエースの肌色ハイライトカラーなんかがあります。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で、様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。ファレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを2、3頭身で表現、ディフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ。1987年の発売開始。BB 戦士の名前は初期の頃の BB 弾の発射ギミックに由来。天霊ガンダムは記憶を失い、生い立ちも一切謎の武者でした。ただし善悪に対する考えは持っていて、アークに災いをもたらす百鬼夜行衆と戦うことになります。百鬼夜行衆に襲われていたところを大竜ガンダムと重波ガンダムに助けられたことをきっかけに、ガンダム軍団と共に戦うこととなりました。鎧に記された霊の文字から天霊と名付けられました。色分けの一色目は銀色です。ゲームカラーのシルバー。鮮やかでとても発色よく扱いやすい塗料です。銀色塗料の隠蔽力が強い最大の理由は、金属固、アルミ顔料が光をほぼ通さず、表面を物理的に覆うからです。金属粒子は光を強く反射、下地を遮断、面で覆う性質が非常に強い特質を持っています。次に濃い青です。モデルカラーのブルーです。細かい色分け箇所は極細筆で丁寧に色を入れました。ファレホの標準的な青カラーです。天道奥義は鬼人千空山。地上のあらゆるものを切り裂くキラ鋼の刃で空中から敵に突撃して攻撃します。その天道奥義を放つことができる形態が鬼人千空山形態です。軽装タイプから鎧の装着により武者形態に、一部組み替えにより戦闘形態、鬼人千空山形態へと変形し、さらにキラ鋼の神器を装着させることでキラ鋼の形態へとなります。ゲームカラーのブラッディレッドです。ハイライトはアーマーのレイの文字の書き入れです。他にも細かい塗装箇所がいろいろありました。鮮やかな赤カラーです。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。均一な色塗りになるように、シタデルカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを水で薄めて使いながらペイントをしました。色分けのメイン、一番塗装箇所面積が大きかったのは、ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。BB 戦士、特に戦国伝のキットでは欠かせない金色。ファレホのいろんなメタリックと比べても、ゴールドでは屈指の粘性と隠蔽力を誇る優秀な塗料です。このパートでの色分け箇所でも全般に塗装部分がありました。下地も効いて一発で色が乗っていきました。このパートで塗装に要した時間は約80分でした。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が強いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。
イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。緑です。モデルカラーのライトグリーンです。明るいカラーですが、隠蔽力はそこそこ強い塗料です。残った細かい色分けエリアに極細筆で入れていきます。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所は平筆、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。仕上げはモデルカラーのライトグレーです。水で溶いて薄めてディティールに墨入れ的に染め塗りです。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとファレホー併用オール筆塗りで色付けをしていきました。今回の塗装で使用した塗料はこちら。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。まずはキラ鋼の鎧を台座スタンドにディスプレイします。胴体正面のアーマーから、脚部になるパーツも後部に装着します。肩部分のアーマー、そして兜飾りを取り付けてスタンド装着完了です。戦闘形態の天霊ガンダムと並べてフロントビューからリアビュー。次に天霊ガンダムをキラ鋼形態に変形します。本体は軽装形態に武者用の肩アーマーを取り付けるところから、脚部にキラ鋼の装備パーツを履かせます。胴体正面の鎧を取り付け、背中の装備物を整えます。さらに装甲を取り付けます。武者形態の装甲は基本的に背面にくっつく形になります。ウィングからの肩アーマーを前面にせり出して調整します。肩部分のアーマーを取り付けていきます。だんだん色鮮やかになってきました。スタンドそのままに背中にくっつく形です。兜飾りをキラ鋼形態用に作ります。兜を装着してついに完成です。キラ鋼形態のフロントビューからリアビューまで。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー158超 SD 戦国伝武人キラ鋼編のキット天霊ガンダム塗装パートその3でキラ鋼形態分のパーツを水性アクリル塗料フリーハンド筆塗りでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。